もし後藤新平がいなければ、今の東京は全く違う街になっていたかもしれません。医者として始まり、都市を作り、日本の未来を考え続けた男。今日は後藤新平という人物の話をしていきます。後藤新平。その名前を聞いてすぐ顔が浮かぶ人は少ないかもしれない。だが彼は日本の近代化を裏側から動かした人物の一人だった。医者、官僚、政治家、そして都市計画。明治時代、日本は急速に近代化を進めていた。後藤新平の人生は一つの肩書きでは語りきれない。岩手の地に生まれた後藤は幼い頃から学問に強い関心を持っていた。特に医学への興味が強かったと言われている。人の命を救いたい、そんな思いを抱いていたのかもしれない。当時の日本はまだ衛生環境も整っていなかった。病によって命を落とす人も多い時代だった。後藤は医学を学びながらその現実を見続けていた。やがて医者として働き始めると、その能力は高く評価されていく。だが後藤はただ病気を見るだけでは満足しなかった。人を救うには社会そのものを変えなければならない。そんな考えを持ち始めていたとも言われている。後藤は衛生行政の世界へ進んでいく。当時の日本では感染症との戦いが大きな課題だった。コレラ、ペスト、さまざまな病が人々の暮らしを脅かしていた。後藤は現場へ足を運び、自分の目で状況を見ていたという。汚れた水、狭い路地、積み重なるゴミ、病気はそうした場所から広がっていった。後藤は都市そのものを変える必要があると考えていく。ただ薬を配るだけでは限界がある。人々の暮らしを整えなければならない。その発想は当時としてはかなり先進的だった。やがて後藤は台湾統治にも関わるようになる。現地では衛生問題やインフラ不足が深刻だったという。後藤はそこでも徹底して現場を見て回った。机の上だけでは何もわからない、そんな考えを持っていた。後藤は台湾で下水道の整備を進めていく。汚れた水が病気を広げていたからだ。検疫制度も強化され、感染症対策も進められていった。町そのものを整えることで人の命を守ろうとした。後藤は都市を作ることが人を救うことへつながると考えていた。だが後藤新平という人物は単純な理想家ではなかった。必要だと思えば強引な決断も下していたと言われている。周囲と衝突することも少なくなかった。それでも後藤は自分の考えを曲げなかった。日本を変えなければならない、その思いが強かったのかもしれない。後藤は人の流れを見る力にも優れていたと言われている。どこへ人が集まるのか、何が不足しているのか、そうしたことを常に考えていた。当時の日本ではまだ都市計画という考え自体が弱かった。道路も狭く、災害への備えも十分ではない。だが後藤はその危うさを感じ取っていた。このままでは大きな被害が出る、そんな不安を抱えていたとも言われている。やがて後藤はさらに大きな仕事へ関わっていく。満鉄、南満州鉄道株式会社だった。鉄道の先に人の流れが生まれる。人が集まれば街ができていく。後藤はそんな未来を見ていた。ただ線路を敷くだけではない、その先の暮らしまで考えていた。駅の周囲には新しい街も作られていく。
病院、学校、ホテル。後藤は鉄道だけではなく都市そのものを整備していった。だがその発想は時に理解されなかった。批判されることも少なくなかった。それでも後藤は止まらなかった。日本はもっと変わらなければならない。そう強く感じていた。やがて東京は大きな災害に襲われることになる。関東大震災。炎は町を飲み込み、多くの人々が逃げ惑っていた。後藤新平もまたその光景を見つめていた。後藤新平が単なる政治家ではなかったことが見えてきます。領域、鉄道、都市、すべてをつなげて未来を考えていた人物だった。そして後半では焼け野原になった東京を前に後藤新平が何をしようとしたのかを見ていきます。関東大震災の後、東京の街は大きく崩れ落ちていた。焼けた木の匂いが街の中に残り続けていたという。道も建物も日常も失われていた。後藤はすぐに復興計画を動かしていく。東京を一から作り直す。それは単なる復旧ではなかった。後藤は東京に幅の広い道路を整備していく。震災では多くの人々が逃げ場を失ったからだ。公園整備も進められていった。避難できる場所を増やすためだった。区画整理も行われていく。狭かった街並みも少しずつ作り変えられていった。当時の東京は道幅の狭い場所も多かった。木造建築も密集していた。火が出れば一気に燃え広がっていく。実際震災では多くの人々が焼死した。後藤はその被害を二度と繰り返させないために動いていた。新しい道路が東京各地で整備されていく。橋も作り直されていった。公園も増やされていく。焼け野原だった場所に少しずつ街が戻り始めていた。だがその計画はあまりにも巨大だった。莫大な予算が必要になる。周囲からは反対の声も強かったという。金がかかりすぎる。理想論だ。そう批判されることも少なくなかった。計画は少しずつ縮小されていく。後藤が最初に描いた構想、その全ては実現しなかった。それでも東京の復興は進められていった。後藤は復興院総裁として東京復興を指揮していく。焼け跡には新しい道路が通されていった。区画整理も進められていく。街の形そのものが変えられていった。後藤は復興工事の現場確認も続けていた。現場へ足を運ぶことも多かった。土ぼこりが舞う中、多くの作業員たちが働いていた。崩れた町に再び建物が作られていく。人々もまた前を向こうとしていた。後藤は東京市長にも就任している。東京の復興だけではない。都市全体の整備にも関わっていった。当時の東京は人口も急激に増えていた。人が集まり続けていた。だが道路や交通はまだ十分ではなかった。後藤は都市の拡張も進めていく。新しい道路が整備されていった。鉄道も広がっていく。公園も増やされていった。東京は少しずつ巨大な都市へ変わっていく。後藤は強引な人物とも言われている。必要だと思えば反対があっても推し進めていった。周囲と衝突することも少なくなかったという。だが後藤は止まらなかった。東京を変えるにはそれほど大きな工事が必要だった。復
興計画の中には実現できなかったものも多い。予算不足、政治的な対立、さまざまな問題があった。それでも後藤が進めた計画は今の東京へ残っている。幅の広い道路も作られていった。大きな公園も増やされていく。区画整理された街並みもその時に作られていった。その一部には後藤の復興計画が今も生きている。毎日多くの人々が東京を歩いている。車が走り続けている。電車が街をつないでいる。だがその基盤は関東大震災の後に作られていった。後藤は東京復興の中心で動き続けていた。外務大臣、東京市長、後藤は東京の道路整備や都市計画にも関わり続けていく。戦場で名を挙げた武将ではない。だが後藤が整備を進めた道路は今も東京に残っている。公園や区画整理された街並みもその時に作られていった。毎日多くの人が歩く街の中に後藤の計画は今も残っている。晩年になっても後藤は都市整備へ関わり続けていた。東京の人口はさらに増え続けていた。道路や交通も拡張が続いていく。東京はさらに巨大な街へ変わっていった。やがて後藤新平はこの世を去る。71歳だった。だが彼が進めた都市計画はその後も東京へ残っていく。戦後の復興、高度経済成長、東京は世界有数の巨大都市へ変わっていった。その土台の一部には後藤が動かした計画も含まれている。今も東京には後藤が整備を進めた道路や公園が残っている。感染症と戦い、焼け野原の東京を作り変えた男、後藤新平。その名前は今も東京の中に残り続けている。後藤新平という人物は目立つ英雄ではなかったのかもしれません。今の東京で普段歩いている道路や公園も後藤新平の復興計画から始まっていた。もし後藤新平がいなければ今の東京は全く違う形になっていたのかもしれません。それでは次回の主役でお会いしましょう。